こんにちこんにちは。は。ヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と鈴木です。本日もよろしくお願いいたしお願いしま。ますはい、今日はですね、座り直し解除、ポイントは手の当て方ってことなんですけど、座り直し解除の動画いくつか上げてるんですが、手を利用者さんの腕を握るのはあまり良くないんじゃないかっていうようなことを言われますので、コメントでね言われますので、手を握るんじゃなくて実は当ててるんですよ。そのポイントをちょっと今回はそこに絞って紹介したいなと思います。僕たちヤシの木チャンネルではこういった介護技術を紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いしお願まいしますす。以前のショート動画で、おすすめの転職サイト介護ワーカーさん紹介しましたけれども、そちらの、リンクは概要欄に貼っておりますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。では実際に実技やっていきます。はい、では座り直し解除、ちょっと久々になるんですけれども、座り直しどういった時に使うかなんですが、まず一つ目は移動してきた時、車椅子にベッドから移動してきた時に浅く座ってしまった時とかですねに、座り直しを使います。で2つ目が仙骨座りですね。ずっと座ってて徐々にそうですね、背中がずると下にずれていって仙骨座りになっているケースですね。このまま放っておくと、転落にもなりますし、ここからね、じゃあ立ち上がりましょうってなった時にかなり後ろに持たれてるので、立ち上がる時に一回体を起こさないといけないとか、そういったね、ちょっとした力を使わないといけなくなってしまったりとか、介助量も増えてくるので、仙骨座りっていうのはすごく直してあげる、座り直しを使って直してあげる。あと仙骨座りなので仙骨が常に当たっている状態なので、やっぱり褥瘡ですね、褥瘡の、発生のリスクにもつながりますので、座り直しっていうのはすごく大事になってきます。やり方としてはたくさんあるんですけど、今回は手の当て方っていうことで、一つだけ紹介したいなと思うんですが、こういった方の座り直しの時に、こうちょっと前屈していただいて、手を脇の下から通して、こういうやり方をねいつも紹介してるんですが、このやり方がどうしてもね、高齢の方っていうのは手というか皮膚が弱くて皮下出血を起こしやすい、方がやっぱり多いんですね。なので、こういう風に手を握るのは良くないんじゃないかっていうことをね、コメントでもたくさんいただきます。なので少しだけ解説したいんですけど、一回じゃあ、脇の下から手を通して、これ実は手をぐっと握ってるわけではないんですね。前屈していただいて、ここで中央筋握りです。いつも言う中央筋握りで、手を握るんじゃなくてお腹に押し当てるような感じ。はい、わかりますかね。そしたら広い面積で手に触れることができるので、そこまで圧が点で集中することがないので、圧が分散されて、皮下出血のリスクは抑えられます。ちょっともう一回やりますね。はい、こうなってる方を、ちょっと前屈していただいて、手を通してこうですね。でここ手を握るんじゃなくて、利用者さんの、前腕をお腹に押し当てるようなイメージです。はい、そうすると、手に皮下出血は起こしにくいですね。っていうのも、例えばこれをちょっともう一度、お腹押さえますね。グッとしたらどうですか？痛いです。痛いですよね、はい、苦しいですよね。でも、利用者さんの手を使ってこうして押さえてあげると、さっきのお腹の苦しさはどうですか？ないですね。ないですよね、はい、それはなんでかっていうと、お腹を拳で例えばグッと押さえたら痛いです。痛いのは圧が集中してるからです。で、利用者さんの前腕っていうのは結構広いですよね、面積が。それを押し当ててるので、どうですか？痛くない。痛くないですよね、はい、苦しくない、痛くないってことで、僕の握る手も圧を、広げるために、面積を広げるために中央筋握りであったり、こう握らないってことを注意してます。プラス、利用者さんのお腹に押し当てる時も、利用者さんの前腕全体をお腹に押し当てるようなやり方を意識すると、そこまで負荷がかからないので、お腹であったり肋骨であったり前腕であったりとの守りながら解除ができるってことですね。じゃあもう一回だけ。はい、こう手を通しながら前屈していただいて、で利用者さんの前腕、広い面積をお腹に押し当てるようなイメージです。はい、このままこうですね。そしたらどっか痛いですか？痛くないです。痛くないですね、はい、でも全然握ってはないです。ぐーっと押し当ててるような感じですね。
はい、とは言ってもですよ、とは言ってもやっぱり高齢の方っていうのは皮膚弱いので皮下出血起こしやすかったりとか、もともと肋骨とか骨折の既往があるとか、そういった方っていうのはやっぱりあまりよろしくないので、こういうやり方はどうしてもそういう方の場合は他のやり方をいくつか紹介しているので、それをやってほしいです。ちょっとだけいくつか紹介しますけど、一番簡単な方法は膝を曲げていただいて、フットサポートから足を下ろして膝を曲げていただいて、お辞儀して立ってもらう、はい、で座り直す。これが一番簡単ですね。はい、利用者さんができるのであればやってもらったらいいですし、できないのであれば立ち上がりの解除をしていただく、それだけでも簡単にできます。はい、でそれも難しいって方は、膝を押すやり方ですね。今日詳しいやり方はちょっと割愛しながらいきますけど、お膝を膝ロックの要領で押してあげます。はい、前屈してちょっと立ち上がりも解除しながら、先ほどまで立たなくていいのでお尻が浮いた瞬間にちょっと押してあげる。はい、それだけで大丈夫です。痛かったですか？痛くないです。痛くないですね。はい、で今のもできないという方は両足でね押してあげたりとか、あとお腹で押してあげたりとかいうやり方もありますので、そちらも、別の動画でね紹介してますんで、座り直しっていう再生リストも作ってますんで、その動画ね一つずつ見ていただけたらより詳しくわかるかなとは思うんですけど、もう一個は、これですね。この状態でこれですね、前屈していただいて、ここにね手を入れながら、押します。お尻に体重がしっかり乗ってるので、よいしょ、ちょっと上げますね。座骨に体重が乗ってますんで、ちょっと傾いていただいて、ここに、少し手を入れてこのまま押してあげる。お腹で押してあげながらでもいいし、これを左右でねやっていくと、徐々に少しずつですけど座り直しができたりとか、そういったやり方もありますので、参考にしてみてください。あともう一つは、どうしても円杯の方ですね、背中が曲がっちゃってる方、こういう方っていうのは絶対に背中が曲がって骨盤も後傾、後ろに倒れてます。そうなると骨盤も後傾しちゃってます。そうなると円盤になって仙骨座りになって、どうしてもこのままいくと重力でずるずると滑りやすくなってきますんで、無理はしなくていいですけど、できる限り、座っていただく際、座り直しをしていただく際に骨盤をねちょっと起こしてあげる。前屈した状態でお尻を深く座ると骨盤が意外と起きたりもしますので、その状態で座っていただくとそこまでずるずるとなりにくかったりもします。ちょっともう一度、例えば円杯の状態で背中先つけちゃうとこれ以上後ろ行かないんですね。でも実際座ってる方からしたら深く座れてる気はするじゃないですか。はい、これをちょっと前屈した状態で、お尻を先にお尻からいってあげるとさっきよりも深く座れてますよね。はい、なのでこういう姿勢を作ってあげるってことも一つかなと思います。ただ円杯がね極端に強い方とか骨盤の変形が極端にある方っていうのは無理にするとあまり良くはないので、その辺痛みの確認とかをしながら、やっていただけたらいいのかなと思います。ということで今日は座り直し解除、特に手の当て方ですね。その皮下出血を起こしやすいとか、肋骨痛めやすいとか、そういった方は別にこのやり方を無理することはないんですけど、このやり方でも特にできるって方は今みたいな点をね一つずつ確認しながらやっていただくとより安全にできるのかなと思いますので、気をつけてやってみてください。じゃあ鈴木さん、ワンポイントアドバイスお願いします。ワンポイントアドバイスはなかなかないんですけど、僕もこの座り直しの時に掴むものだと思ってたので、押さえるんだって思って、確かにその方が痛くないなと思ったので勉強になりました。ありがとうございます。ということでいつもコメント高評価ありがとうございます。これからもこういった介護技術を紹介していきますので、チャンネル登録応援のほどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。